こんにちは、レトロさんです。ゲームに多少詳しい人なら、アタリというメーカーをご存知なのではないでしょうか。有名なところでは、スペースインベーダー登場前のゲームの聡明期に人気を集め、ゲームの市場を広げることになった作品、本の製造元であり、リンクス、ジャガーというハードを発売したものの、売り上げがいまいち以下だったりしたのも有名ですが、なんといっても、アタリショックという言葉が同社の名前が使われたものでは一番有名ではないでしょうか。このメーカー、たびたび経営危機とか倒産したとかいうニュースを聞いたかと思えば、またその名前を聞いたりする感じではないでしょうか。というわけで、今回はアタリがどういう会社なのかご紹介していきます。アタリはノーラン・ブッシュネルにより1972年に創業した世界初のゲーム会社です。この当時、ビデオゲームというものは市場に存在しないに近く、このアタリが実質世界初のビデオゲーム専門会社として設立されます。ちなみにノーラン・ブッシュネルはアタリ設立前にコンピュータースペースというアーケードゲームを開発しています。ちなみにアタリという名前で日本語の当たりを連想した方がいらっしゃると思いますが、海外企業でそんなことはないだろうと思われるでしょう。ですが、それは正解です。創業者のノーラン・ブッシュネルは囲碁が得意だったことで、囲碁用語でも使われるアタリイコールアタリからこの社名が取られたとのことです。さらにアタリのマークは富士山をイメージしていると言われています。アタリはしばらくはピンボールの販売などをしていましたが、同時期にオデッセイという家庭用ゲーム機が発売され、その中に入っていたテーブルテニスを参考に1972年にポンを発売します。いわゆる動く線と丸で構成されたテーブルテニスゲームですね。これがとんでもない大人気となり、アタリは急成長を遂げます。実はこのアタリ社にはアップルの創設者スティーブ・ジョブズ氏も務めており、当時のアメリカにおいてかなりすごい会社だったことが伺えますね。そして1982年のクリスマス商戦、アタリが投入したソフト ET の売り上げが予想をはるかに下回り、アタリは業績を下方修正することになります。アメリカではゲームソフトの返品制度があるため、売上高も急落し、翌年の業績は営業赤字に陥ります。この現象はアタリショックと言われ、当時の社会に大きく影響を及ぼしました。ただ一般的にアタリショックと言われると、ゲーム市場に粗製乱造のソフトが溢れ、それが原因でユーザーに見放され、ゲーム市場が瞬く間に崩壊したという風に言われていますが、現実は必ずしもそうではないんですね。そしてアタリジャパンは1973年、アタリ社の日本法人として設立されます。これは日本のみならず、極東での独占販売権を持つ拠点とされました。本社があったのは東京都練馬区の中村橋です。この練馬区の西武池袋線沿線は現在もアニメスタジオが多かったり、漫画家が在住していたりと、昔から文化的な人が多く集まっていたようです。しかし当初は日本にゲームビジネスというものが存在せず、まるで商売にならずに資金繰りに困り、国内販売で協力してくれる会社を探すことになりますが、そこで販売代理を引き受けたのが中村雅也氏が設立した中村製作所。そう、後に日本だけではなく世界のアーケードゲーム業界に名を知らしめることになるナムコの前身です。ですがそれでもアタリジャパンの資金繰りは悪化し、アタリは中村製作所に100万ドルでアタリジャパンを譲渡します。それから中村製作所はアタリ製品の独占販売権を得て、ポンやスペースレースを発売、そして後に大ヒットとなるブレイクアウトを輸入します。中村製作所はアタリ製品に携わるうちに独自のゲーム製造技術を身につけ、エレメカの F1 などを製造していき、社名もナムコと変更されます。そして1979年、台頭のスペースインベーダーが社会現象となる大ヒットを起こし、そこから日本のアーケードゲームが事実上の幕開けとなると、ナムコはギャラクシアン、パックマン、ゼビウスといった名作を生み出し、日本のみならず世界のアーケードゲーム市場に名を広めていくこととなります。こうしてアタリジャパンは消えてしまいましたが、その後また日本にアタリが登場しています。現在も社名は残っていますが、また昔のようにアタリジャパンとしてゲーム開発を行ってくれるのでしょうか。それでは今回はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。